皆さん、こう姫バーチャルアーティストの姫崎ゆずるです。今回はお仕事イラスト制作の裏側動画なのですが、なんと海外のクライアントさんとのお仕事の裏側を大公開しちゃいます。以前ね、イラストのお仕事の流れややり取りをまとめた動画を作ったんですけど、今回はその海外バージョンということで新しく作ってみました。海外からのお仕事ってどうやって受けてるのとか、日本語を使ってやり取りしてるの、それとも英語も使うのとかってちょっと気になりませんか？今回はそのあたりも含めてお仕事の流れを解説していきたいと思います。今回ご紹介するお仕事はこちら。以前から付き合いのあるアメリカのイタ社サークルさんとのイラストのお仕事のやり取りです。依頼の内容はイタ社サークルイタパラさんのキャラクターイラスト制作です。イタパラさんをちょっとご紹介させていただくんですけど、こちら2016年から活動を開始したアメリカのテキサス州に拠点を置いている海外のイタ社サークルさんです。実はイタパラさんのオリジナルキャラクターメリカちゃんは以前私がデザインさせていただいたキャラクターなんですよ。公式サイトやグッズにもたくさん使用していただいて、今でも大活躍のキャラクターなんです。自分がデザインしたキャラクターをこんなに大切にしていただけて嬉しいですね。まず依頼の文章なんですけど、このような感じで日本語で送られてきます。海外の方からお仕事依頼が来る場合は、こちらが日本人なので内容が理解できるように日本語で送ってくださる方が多いんです。なので海外の言語が全然わからなくても依頼は受けやすいんじゃないかなと思います。そして私の返事がこちら。日本語で書いた文章の後に英語で翻訳した文章をつけています。なんで日本語と英語どちらの文章も一緒に送ってるのっていうと、ちゃんと理由があります。英語訳でニュアンスがうまく伝わらない部分があった時に、英語訳の文章しかなかったら本当は何を言いたかったんだろうってわからないままになってしまいますよね。でも翻訳する前の元になる日本語の文章も一緒に送っておけば、その文章が英語訳する前はこういうことを伝えたかったのかなって理解するヒントになると思うんです。実際私も日本語訳された文章でニュアンスがわからない部分がある場合は、元の英語の文章を確認してこういうことかなっていうのを予測してます。英語の翻訳には D プロを使用しています。翻訳サービスってたくさんありますけど、今まで使ってきたどの翻訳サイトよりも翻訳の精度が高いんですよね。 Twitter や YouTube で読み方がわからなかった海外のコメントを翻訳するときにも使っています。翻訳する際はこんな風に日本語で書いた文章をそのまま貼り付けて翻訳します。ちなみに翻訳結果が正しく出やすいようにちょっと崩した日本語で書いてます。で、ここで翻訳したものをそのまま使用するんじゃなくって、もし翻訳後の文章におかしい部分があったら自分の英語力を頼りに修正します。昔別の翻訳サービスを使ってた時は割と文章を直すことが多かったんですよね。でも D プルだと翻訳精度が高いので直すことはほぼないです。今回はオリジナルキャラクターメリカちゃんの新しい衣装を着た立ち絵と SD キャライラストを描いてくださいという依頼でした。どんな服装にしたいかの参考画像と指示が入った資料も添付されてます。これね、ノリプロのお仕事とかゲームとか他のイラストのお仕事でも同じで、キャラのイメージやシチュエーション、服装の指定がある場合はこうやって参考資料やテキストで指示が送られてくるんです。実際の資料はお見せできないんですけど、こんな感じでこの資料のここみたいなアクセサリーをつけてくださいとかって指示が書かれてます。その資料をもとにキャラの服装をデザインしていきます。今回ですね、デザインに入る前になんと前払いで原稿料をいただきました。ありがとうございます。通常はね、イラストを納品してからお支払いという流れが多いんですよね。企業からの依頼だったらなおさら当たり前なんですけど、でもイタパラさんは毎回先に料金をお支払いしますとご提案してくださっておりまして、今までに何回もお仕事のやり取りをしていて信用があるからか、もしくは海外だと先払いの文化があるのかなと思ってます。国をまたいでお金のやり取りをする際はペイパルを使用して送金をしていただきます。海外で別のイラストのお仕事を受けた時もペイパルを使用していたので、別々の国の間でお金のやり取りをする際はペイパルを使うのが主流になっているのかなと思います。送られてきた資料をもとにデザイン作業に入ります。
今回は最近流行りの日本でいうと地雷系っぽい感じの服装のメリカちゃんを描いてほしいとのことだったので、このようなデザインになりました。海外の漫画アニメ好きの方にもこういう服装は人気なのかもしれませんね。デザインをする際はいただいた資料だけを参考にせず、自分でも画像を検索してデザインを考えていきます。地雷系、量産型などのキーワードで検索して、どういう装飾が入ってると可愛いかななどを考えながら描いていきます。配色はメリカちゃんの髪にピンクのメッシュが入っているので、それに合わせてピンクのブラウス、そしてピンクと相性が良さそうな黒を選んでみました。靴にはワンポイントとしてよくメリカちゃんの服にモチーフで入れているバラが入ってます。デザインが出来上がったら一旦提出してチェックをしてもらいます。そして帰ってきた画像がこちら。これは実際に送っていただいた画像です。今回は色変更やパーツの追加指示がありました。こうしてチェックをしてもらえると、自分では気づけなかった足りない部分に気づけるし、より良いデザインにできるのでとてもありがたいです。指示を反映して修正したものがこちらです。比べるとこちらの方がより良いデザインになってますよね。この修正したデザインで OK をもらえたので、いよいよ作画作業に入ります。作画はいつもと同じ流れで、線画、下塗り、着色の順でやっていきます。背景なしのキャラのみのイラストを描く際に気をつけてることは、いろんな媒体に使われる可能性があるので、仕上げにはあまり効果を入れすぎないようにしているんです。効果を入れすぎると絵の主張が強くなってしまうイメージがあるんですよね。いろんな媒体に使う場合は主張が強すぎない絵の方が使いやすいのではと個人的には思っています。今回一番気をつけたのは髪の色ですね。メリカちゃんの髪って銀髪の設定なので、髪の影の色がしっかり決まってるわけじゃないんですよね。だいたい薄く紫が入った灰色で塗ってるんですけど、今回は服の色に合わせて服と馴染むように紫やピンクが強めに入った色で影を入れました。髪の後ろ側に入ってる水色も浮かないように全体の色味に合わせて調整してます。そんな感じでメリカちゃんのイラスト完成です。SD キャラは立ち絵と同じポーズでという指定だったので、立ち絵をそのまま SD キャラにするイメージで作画しました。 SD にするにあたり、靴の部分などの細かい装飾は少しだけ省略して描いてます。装飾もですが、 SD キャラはあまり細かいところまで塗り込みすぎるとごちゃごちゃしてしまうので、なるべくシンプルな塗りで仕上げてみました。線画もなるべく太めに描いて、デフォルメっぽさがより出るように意識してます。イラストが完成したら納品します。今回は PSD データの他に確認用に PNG 画像も一緒に送りました。するとこんなお返事が届きました。気に入っていただけたみたいでよかったです。個人の方や企業のお仕事でも担当さんがついている場合は、こんな風にお返事にイラストの感想を書いていただけることが多いので、とても嬉しいです。企業のお仕事の場合だと基本的には感想をいただけることはありませんからね。依頼主さんに喜んでいただけるのは書いてよかったなと思える瞬間です。おまけでちょっと海外のお仕事を受ける時のポイントをお話しします。海外の方からお仕事を受けるのってちょっと怖いなって思ってしまいませんか？特に企業ではなく個人の方からの依頼だと、興味があっても受けて大丈夫かなって悩んでしまいますよね。そういう場合はあらかじめイラストの料金の何割かを前払いしていただくといいと思います。そうすれば相手はきちんと払う意思があるということが確認できるので、安心してお仕事を受けられると思います。実は私も一番最初にメリカちゃんのキャラクターイラストを描かせていただいた時は、原稿料の半分を前払いしていただいてました。いかがだったでしょうか？イラストのお仕事制作の流れを紹介している動画ってたくさんあると思うんですけど、別々の国同士でのやり取りっていうのは珍しかったんじゃないでしょうか。私はもともと海外の方とやり取りをすることが苦手じゃない、むしろ興味があるタイプなので、受けられる場合は海外のお仕事も受けています。この動画が海外のイラストのお仕事に興味がある人たちの参考になったら嬉しいです。好評だったらまた別パターンのお仕事制作の裏側動画を作りたいと思っています。なのでこの動画が面白かった、参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。